はい、皆さん模型を楽しんでおられますでしょうか。鳥犬チャンネルです。はい、今回ねザクヘッド作ったんですけど、なんでこれ作ったかと言いますと、実は11月30日の土曜日に展示会あって、そこに参加しようと思って作っております。わしザク、わしのザクッと作ったプラモを見て展。場所は大阪中央会館第2会議室です。心斎橋の辺ですね。当日参加もいくらか卓があるらしいので、また興味ある方はぜひ足をお運びください。はい、それでは8ホールドさんの方で見つけました。500円で売ってましたザクヘッドでございます。ネットで調べるとね、何タイプか出てるみたいなんですけれど、私が手に入れたのは量産型ザクですね。もう一般的なやつです。そして物合いもね、どうもクリアもなんか中にはあるみたいなんですけど、これは塗装してるやつですね。てな感じのものを仕入れました。ザクヘッドで10って書いてますね。卵型のガシャなんでしょうね、これもともとね。でこの外側の殻はね使わなかったりするんですけれど、組み立て方はすごく簡単でしたね。こんな感じになってました。もう外して中も外して、それからね物合いが出てきてるんですけどね、価格がちょっと外れておりますけど、そしてこちらもう差し込んでいくだけっていうすごく簡単な作りになってます。そしてね、今横がちらっと見えたんですけど、プリントでね、マーキングが入っております。最後塗装してあげようと思ってたので、ちょっとここはね消えてしまうんですけどね、デカールかなんかでマーキングしようかな、どうしようかな思いながらしなかったんですけれど、はい、こんな感じでね仕上がってきます。ここの横のねこのカプセルなんか使えそうで、どっか使うとこないかないう感じですね。そして動力パイプです。動力パイプもね、片方が3パーツずつで作られるんで ×2 で6個ほど入ってますね。そしてね、一応カバーのクリアカバーなんかもね入っております。最後撮影してる時はね、もうこれちょっと見栄えで外してはいるんですけれど、はい、このようになります。はい、ポロッと外れましたけどね。そしてね、物合いを光らせるようにしようと思ったのでバラしていってますね。そしてこの物合いね、外そうと思ったけど外れなかったんで、ニッパーでもう切ってあげて、あとはリューターでね削っていって、あとは 3mm の穴開けてあげようと思います。そして 3mm の穴を開けたところに 3mm 系の LED 仕込んであげたいと思います。そしてね、ネットで調べてたらね、なんとですね、首の台座のところにねぴったりはまるね、100均で売ってるキャンドルライトっていうのがあるの分かったんですよ。それなので100均でキャンドルライトのね LED 探してきて使っちゃおうかな思って探しに行ったらダイソーにありました。はい、そして今ね、ここ物合いのその LED を入れるところをねフラットに削ろうと思って今リューター入れてあげてます。はい、そしてねこれから 3mm のね、軸を入れたいんで、リューターのねこれこそもっとね面がフラットになるやつ、これ入れてあげてます。これでね面がフラットになってくれたという感じで、そしてはい 3mm のねドリルで穴開けてます。ピンバイスですね。これやってると後で購入してきて入れる LED がおそらく入るはずっていう、そういう感じです。はい、次はね外装の方からの塗装ですね。ガイアのプラサフ、グレーのちょっと濃いやつですね。これ塗って立ち上げた後で、今吹いてるのはいつもの鑑定色の立ち上げをしようとしております。鑑定色をねこうやって一回かましてるとねいい感じになるっていう、持論でやっております。物が結構大きいのでね、もうパネル、そして筋彫りのとこはねなるべく避けながら残しながら、後でグラデーション出るようにエアブラシを動かしていくのがこういった塗装のねコツじゃないかなと思います。なるべくねパネルの中心から吹いていって端っこの境界線は残す、これがエアブラシ吹く時のロボットもののコツじゃないでしょうかね。はい、このようにねどんどん吹いていくんですけどね、パーツがね意外とね分割できるパーツもね
あったりして、ここなんかね口の辺ですね、分割できましたね。意外とねこういうところが分割できるのが面白いこうガシャのキットやなと思いました。もうガシャポンも最近なんかね値段がだいぶ高くなってきたみたいでね、本当にねもう世間は値上げです。そしてグリーンを拭いてます。もうこのグリーンでねもうメイン塗装はほぼ終わりみたいな感じなんですけど、このグリーンは何色かと言いますとね、クレオスの312番のグリーン FS34227 を使っております。カッコ書きでイスラエル迷彩色と書いております。ザックの緑色ってねもう人によっていろいろねこだわりあっていろんな色あるかと思うんですけどね、私がいろいろやってみて落ち着いたのはこの辺ですかね。自分で調色してやってみたこともあるんですけどね、なんか調色してやってるとねそのうち色がこうばらついてくるんで、まあ一番近いのこれかないう感じですね、イメージではね。まあ皆さんはね何色使っておられるんですかね。まあそのあたり自分はこの色使うとかいうのあるんでしたらまたコメント欄からね教えてくださればね、また私も参考にしていきたいかなと思っております。そしてねガンプラの方なんですけどね、ガンプラメインでやってる回と私のまあ動画見ていただくとそうでもないなっていうのは皆さんもうお分かりの通りなんですけど、たまに作ってます。ただ旧キットの方が多いですね。 MG とかほんのちょっとだけね作ったことはあるんですけれど、落ち着くところは旧キットとかにね戻ってきちゃったって感じですね。ただもうね青バンダイさんになってからねなかなか再販がもう一般流通では出てこないのと、あとはガンダムベースとかでね売ってるんですかね、たまにね。青バンダイのマークの入った中古品でベストメカとかね見ることあるんで、2021年にもね青バンダイになった時に再販はあったとは目にしたことはあるんですけど、物自体はねもう中古になって駿河屋さんとかで並んでるのぐらいしか見たことないんで、あと8ホールドさんとかですね、あとアダムスキーさんとかもあるんですけど大阪だと、その辺りでしか見たことなくって、果たしてこれからの再販って旧キットってどうなるのかな、もうないのかないう感じですかね。あっても多分ね、他のコンテンツと同じようにセット売りで5機入って5000円とかね、そんな感じになってくるんですかね。ちょっとそこがねどうなるんだろうなっていうのはあります。そしてずっと再販されてないのが MSV のシリーズですよね。なんで中古屋さん回ってもね結構いい値段でねもう高騰しておりますけどね。ただそれをメーカーさんが1個作ろうと思うと下手すると今中古屋さんで売ってる2500円前後ぐらいよりも高いものにワンパッケージがなるかもしれないですよね。どうしてもね私も製造業のね、サラリーマンやってるんでね思うんですけどね、本当人件費っていうのがねかかってくるもんですからね。あと機械とかね成形機とかバンダイさん作ってやってるんでしょうけど、そういったものの原価償却費そのあたりも計算入れるとねどうしてもね昔の300円とかね100分の1で1000円以内とかいうのはもうおそらくできないだろうなとは思うんですけどね。だから10月発売されたねベストメカのガンダムだけあれ330円で無理やり押し通してるのもねすごいな思いましたね。はい、そうこう言ってるうちにここはね、メタル系で塗っております。大好きなガイアのガンメタルを吹いております。やっぱメカにはねガンメタルがなんかぴったりみたいな感じですね。昔は国鉄色吹いたりもしたんですけどね。はい、ここの台座のところも吹いていきます。はい、ここからが電飾 LED 仕込みに入ってくるんですけど、はい、この火を使わない LED キャンドル2つ入って100円、これがダイソーに売っておりました。そしてねキャンドルのとこの LED はねちょっと太すぎて使えないんで、また別途ね LED はコーナーで買ってきた 3mm 軸のものを使います。でプラスとマイナスがね LED はあるんで長さで違うんでねプラスマイナスちゃんと確認してねハンダ付けしていかないといけないです。はい、
そしてね、リード線でね、線伸ばしてつけてあげようと思います。そしてね、実はもうすでにこの時点で失敗しております。後でね、ハンダ付けやり直さなきゃいけないんですけど、先ほど塗装してた最後に出た台座、あれを通しながらハンダ付けしないとね、これね、ダメだったんですよね。後で修正してる動画とか出てくるんですけど、皆さん同じようなことやろうと思うんやったら、先にね、台座通してやってください。はい。で、今やってるのは、ね、抵抗をつけてます。抵抗もね、つけたらいいかどうか、ちょっとよくそこはね、わからないんですけどね。私も電気専門家じゃないんですけど、でもちょっと今、会社でちょっと工務関係の仕事に移ったんで、電気学びながらね、電気工事士も取りながら、お勉強しながらお仕事をしてる50代のおじさんなんですけれど、はい。こういう風にね、LED くっつけていっておりますけど、ここもね、通さなきゃいけなかったっていうところです。はい。後で修正しますけど、このようにハンダ付けしております。はい、今からやろうとしてるところなんですけどね、電池のマイナスのところですね。はい、電池入れのところにね、スリットが2つ今右に見えてると思うんですけど、そこに通し上げてね、止めるんですけど、これも、はい、後でやり直します。これもね、通してやらないとダメやったいうやつで、何を通すかというと、今、ちょっと右上の方にある蓋の方ですね、蓋の丸に通してあげないとね、ダメなんですね。あれ、線通してあげるの忘れてました。はい。けどまあね、だいたいこういう感じでつけるんやっていうのを見ていただくんやったら、この動画参考にできるとこあるかなって感じでございます。はい、LED にね、こうやってリード線をつけていってあげてます。ハンダ付けするときにね、もうペタペタ塗ってるのはね、薬剤でヤニみたいなやつなんですけどね、あれ塗ってるとね、もう全然ハンダの食いつきがね、違います。もううまくいきますよ。はい。そしてね、このようにね、蓋通そうと思ったら通らないは思ったんで、やり直しをして、こうやって通そうとしてます。ここをね、通すの忘れてましたね、1個はね。皆さんは通してからハンダ付けしてください。そしてね、先ほどつけてまた付け直そうとしてる電池の一番てっぺんのところ、マイナスのところに接触する接点のところです。ハンダ付けもね、結構楽しいですね。で、ハンダ付けこういうこと以外にね、あとね、実は管線をほんのちょっとだけやってたことがあって、管線のマストとかやるときにね、ハンダ付け真鍮と真鍮くっつけるときにね、やってたりしたんですけどね、それも結構ね、うまいことくっつくとね、達成感あって楽しい作業ですね。そしてね、家ではさすがにできないんですけどね、最近ちょっと面白いな思ってる、仕事でやってるのは、溶接作業なんかもね、すごく面白いですね。はい、ステンレスをね、ティグ溶接っていうのでね、やってたりするんですけど、それも最初はね、うまくいかなくってね、いろいろこう、1年ぐらいかかってね、合間見てやってたんですけど、最近コツが分かるようになってきて、速度も速くなってきてね、なかなかああいう作業って楽しいかなと思ってます。はい、ハンダやり直してね、このように上につけたんですけど、まだ失敗です。はい、これをね、土台通さなあかんかったんですよ。はい、土台通しをね、うっかり見逃してましたね。電池ボックス裏にあってスイッチ黒のとこのねやつでやるんですけどね、これがねもううっかりしてたなってやつです。皆さんはねちゃんとねやっていただけたらなと思います。はい、このように物合いのね可動部ですね、ここのつまみをくるくる回すとね、ちゃんとね物合いがね回ってくれるんですよね、レールの上をね。はい、台座の方もねつけちゃうんですけどね、ほらくるくる回ります。はい、 LED もつけてね、ライトがついてくるくる回ってくれます。これね電動で回るように工作してる人もねネットで見てたらいましたね。すごいですよね、これまたねモーターで回すようにするなんてね、本当に
もうそういうの上手い人は本当上手いです。はい、私そのあたりのまだ経験値がないんでね、いつかできるようになりたいですね。はい、このように組んでおりますけど、台座に入れようと思ったら台座がくっつかないっていうのを後で気づいてますんで、台座通してからくっつけるようにしましょうね。はい、頭組み上げてね、ここからですね、台座入れようと思ったらどうしても入らないっていうのを気づいたんで、一旦ここのね、この丸い白いパーツをね外さなきゃいけないなって気づいたんで、はい、ここでまたねハンダ熱加えて外してあげました。はい、これでもすごいですよね、見つけた人。キャンドルのね100均のこれがねほんとぴったり、今見ていただけてます。こんなにぴったりにね入って通っちゃうんですね。はい、そして取り外し直した配線、これをね再度くっつけていきたいと思います。プラスとマイナスを間違ったら LED は光りませんので間違いないようにくっつけていきます。はい、まず上側のね、はい、こちらをねつけなあきませんね。はい、今ね、こちら、はい、上側の取り付ける金属のね接点、電池との接点部をつけようとしてます。これね、プラスチック樹脂の上でやろうとしてたんですけどね、よう考えたらこれ溶けるんでね、皆さんちゃんとね下はね木か何か溶けないものでやりましょう。これ溶ける寸前でした。良くない例です。でね、今ちょっとこれつけようとしてるのはマイナス側ですね。上はマイナスですね。で、横っちょ側がプラスですね。リチウムのコイン型電池はね。はい、つけようとして。そしてね、3V のリチウムコイン電池をね、つけるんですけどね、3V のリチウムコイン電池って、資源ゴミの方になるんで、これはね、電池が切れたら、接点部をマスキングテープでね、プラスマイナス囲っちゃって、でしかるべき、電気屋さんとかにね持ってってリサイクルで捨てなダメなやつですね。 1.5V のねコイン電池はそうでもないらしいですよ。なんでねちょっと質がどっちなのか見てからね、もう電気もつかなくなったら捨てないかんのやなっていうのを認識しといた方がいいかもしれないですね。はい、なんとかね何回かやり直してねほぼできてきた感じです。クリアパーツはね、後でつけたりつけんかったりどうしようかないうところですね。ただちょっとねこれ皆さんに見ていただくて、クリアの方はとりあえずまだつけておりません。はい、そしてねウェザリングの方、いつものクレオスの水性のカラーでね汚していきたいと思います。またこういう風にね水で溶いて全体をね塗りたくっていきたいと思います。まずはいつものねこのブラウンタイプのねこの汚し塗装剤でね全体を塗ってあげます。で半乾きしてからね全部拭き取っていってあげます。はい、これでねほぼ塗り終えたって感じですね。そしてね拭き取っていってあげるんですけどね、はい、このようにねもう半乾きどころかあんまり乾いてないけど拭き取って出てます。これはこれでね味があるんでね、これでね全体を拭き取ります。もうねこれ使い始めたらねエナメルでのウォッシングはねもういらないかなって個人的には思ってますね。好きな人はエナメルでやったらいいんですけどね、もう私はもうこっちですね。水性のこのペースト状のねウェザリングいいですね。はい、でねブラウンだけだとねちょっと締まりがこう淡い色な感じなんで黒でまた締めてあげたいと思います。はい、ブラック出してます。ブラックを水溶きしてねまた全体に塗ってあげます。はい、もうこうやってねワシャワシャと塗っていってあげてます。はい、全体的にねこうやってもう塗っていってあげてね、また先ほどと同じように拭き取っていってあげます。拭き取る時のね一番いいのはキムワイプぐらいがいいかなとは思うんですけどね。だけど私は例のごとく使い捨てマスクが毎日溜まっていく状態なんで、病気でもなってない限りそしてすぐ使うわけじゃなくてね結構時間経ったやつから使っていってる感じです。で今ちょっと物合い見ていただけたでしょうか。実はねクリアパーツ後ではめ込みました。ウェーブさんでねよく売ってるやつですね。ウェーブさんのピンク色の物合いの
こう丸の球体レンズをつけてあげました。あとはね拭き取って終わりとなります。はい、そしたらねこれでほぼ終わりで、こんな感じで完成しております。はい、これねスイッチオンします。はい、物はつきました。そしてねここのねつまみでぐるぐる回ってくれます。なんかいいですね。なんかいいですね。なんかね劇中でもこんなんありましたよね。ブヨンとか言いながら動くやつね。はい、そしたらね展示会の方でこいつ出したいと思います。